今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ツールボックスという会社で働いてます。森まなみと申します。家族構成は夫と2年生の息子と3人で暮らしています。で、間取りは 3LDK プラスロフトと家事室と納戸がついている感じです。広さは138平米ですね。もともとは東京に住んでいたんですけども、コロナをきっかけにリモートワークになったので、それで移住をして家を建てました。遅延とかは全然なくて、知り合いも全くいなかったんですけど、旅行で何回か来て那須が気に入って買いました。何がこの那須の魅力だったんですか？まず移住者が多くて、移住者の方が個人のお店とかいろいろ出されているっていうところで、なんかこれから面白くなりそうだなっていう街のポテンシャルを感じたっていうのが一番なんですけど、たまに東京に行くのに新幹線も止まるので利便性がいいというところも決め手でした。この家のこだわりとかだけ簡単に聞いてもいいですか？やっぱりこの土地が気に入って買ったっていうところが大きいので、コンセプトを森を眺めて暮らすっていうのにしてもらいました。なるほど。窓が額縁のようになって景色が絵みたいな感じになる家にしたかったので、本当景観を生かした作りにしてもらいました。私が結構間取りマニアなところがあるので、回遊動線が好きでいろいろぐるぐる回れる作りにしています。じゃあそのあたりもまたお伺いしたいと思います。まずは玄関からご案内します。これが玄関というか外観ですかね？はいガレージが屋根が続いているので、すごく横に長い作りに見えてます。こういう外観のデザインって私内装やってますけど全然思い浮かばないので、こういうところはやっぱり戸建てをメインにやられてる工務店さんにお任せしてよかったなと思います。玄関の方ご案内いただいても大丈夫ですか？はい、どうぞこちらです。玄関ですかね。はい。玄関はなんかこだわりだったりとかポイントおありになったりしますか？そうですね。玄関からも緑が見えるような大きい窓にしてるんですけど、スリッパがすぐ取れるように収納を作ってるのと、あとは、ウォークスルーのシューズクロークをつけてもらいました。宅配で不在の時に置いてってくれるんですけど、そういう箱をしまっておけるスペースが欲しくて、ちょっと広めに取りました。玄関は間接照明にしてもらって、直接光源が見えないように、上と足元と廊下も間接照明にしてもらってます。お花は庭で採れたラベンダーなんですけど、移住してからお庭に咲いてる野花を飾るようになったっていうのがあります。では先ほどいたリビングダイニングに戻ります。うちの一番のお気に入りがこの窓ですね。あとキッチンも造作で作ってもらったので、すごい私のお気に入りです。天井相当高いですよね。そうですね。一番高いところで5メーターぐらいあります。工務店さんに1回目の提案でこのプランを見せてもらって、もうすぐ気に入ってこれは採用したいと思いました。大きい窓を作りたいっていう方多いと思うんですけど、これ既製の窓ガラスをいくつも組み合わせて大きく見せてるので、こういうことをやっちゃうとすごく高くなっちゃうんじゃないかなって多分思ったんですけど、割と現実的な価格でできました。一個一個はそんなに大きい窓っていうわけではなくて、飾りの縁をつけることでちょっと見たことないようなデザインにしてもらってます。キッチン部分をご自身で見た話があるんですけど、そこもお伺いして大丈夫ですか？はい。ピンタレストでこういうキッチンがあってこれにしたいみたいなのをまさにそれの通りにしてもらったっていう感じなんですけど、こういうデザインってどうやって開くのかわからないと思ったんですけど、こんな感じにしてもらいました。かわいい。はい。天板は
コーリアンっていう人工大理石を使ってるんですけど、海外みたいなキッチンを作ってもらいました。なるべく家電を上に出したくなくて、レンジを置くスペースを作ってもらったりとか、炊飯器がここにしまわれてます。あとはコンロ側とシンク側で高さを変えてます。シンク側、はい、洗い物したりとか切ったりとかってちょっと高めの方がやりやすくて、あとうち夫が結構料理するので、それで高さ900にしてます。でこっちはフライパン振るのにあんまり高いとやりづらいので、こっちは850っていう高さにしてます。床をツールボックスの床にしたんですけど、もともとは無垢材の床をスペックされてたんですけど、それを複合フローリングに変えたんですね。ツールボックスのフローリングは複合フローリングでも一番上の表層材が結構厚めなので、一見無垢に見えるというか、つるともしてないし、複合フローリング感がわからないんです。で無塗装のものを買って、こういうちょっとスモーキーグレーみたいな感じの塗装をしてもらいました。これは前の家から使ってたものなんですけど、ホームパーティーが好きなので、人が来た時にこう広げられる伸長式のテーブルになってます。そうすると確かに結構 7,8 人ぐらい、丸いので結構な人数座れます。これがイギリスのアンティークで G プランっていうメーカーのものなんですけど、このテーブルとこの椅子が G プランのものですね。はい。あとはこの家に来てから買ったんですけど、これはチェスカチェアですね。これも人が来る時用に椅子を増やしたくて買いました。このダイニングの上に使ってるのはイサム・ノグチの明かりシリーズのものです。これ一回失敗していて、1個ちっちゃいサイズのものを買っちゃったんですけど、この空間に持ってきたらすっごくちっちゃく見えて、それで大きいものを買い直しました。コードだけ工務店さんに変更してもらいました。実際ついてるのはもうちょっと短いので足りなかったのと、あとセットになってるコードって白なんですね。で黒にしてもらいたくて変更したっていうのもあります。リビングダイニングは収納が全部造作で作ってもらってます。窓際の収納はほとんどキッチンのものが入ってますね。結構栃木は益子焼とか有名なんですけど、これペジテさんっていうところのオリジナルの器なんですけど、素敵な家に引っ越すと器を素敵なものを揃えたくなるっていうのがあって、このなんかワインの瓶たちはうちに遊びに来た人が持ってきてくれて美味しかったのとかを並べてますね。これを外から見てレストランですかとか言われたりします。これがガラス作家さんが作ってるもので、家作りした時に一番最初に買いました。作家物って点数も少ないし、今買わないとなくなっちゃうかもと思って買ってずっと家で保管してました。ここの部分にはなんかポイントとなる照明がつけたいなと思って、これが私のおばあちゃんが使っていたミシン台なんですけど、私の母が遺品整理で捨てようとしていてちょっと待ってってなって東京の家に持って行ったんですけど、もうずっと一緒に暮らしています。ここであれなんですね、天井がちょっと下がるんですね。はい、そうなんですよ。屋根の形状が変わっていて、斜めと斜めになってるので、結構照明計画が難しかったんですけど、ほとんど天井にはつけてなくって、壁とスタンドライトで照らしてますね。結構暗くないですかとか質問も受けること多いんですけど、全部を壁際に配置してるんですね。空気を照らすより壁を照らした方が明るく感じるので、数にしては明るく感じてるかなと思ってます。ソファーはパシフィックファニチャーサービスというところで買いました。これはもう東京の時から使ってますね。テレビは引っ越した時にテレビをここに置いたんですけど、小さっていう感じになりまして、東京の時にはすごく大きく見えてたのになんかバランスがおかしいなっていう風になって、今はプロジェクターで見てます。これが
ヌーラっていうメーカーさんのものなんですけど、これはここ用に買いました。画面の近くなのであまり眩しさを感じない方がいいなと思って乳白にしたんですけど、あとは壁に全体的に照らしてくれるようなものっていうので選びました。これがキューバチェアですね。この家に引っ越してきてラウンジチェアが欲しいなと思って買いました。折りたためるのがすごくいいなと思っていて、ラウンジチェアで折りたためるとかって珍しいじゃないですか。折りたためるのにアウトドアっぽくなくて、存在感もあるっていうのが気に入ってますね。このラグが、ワンズホームデコさんっていうところで購入したモロッコのラグです。紅割れになるんですけど、原宿でポップアップのイベントをやってた時にもっと小さいサイズのを購入して持ってたんですけど、この家に引っ越してきた時に大きいものが欲しいって言って新調したものです。やっぱり子供いると散らかるんですけど、それを想定してもうすぐに物を隠せる収納が欲しいなと思って、当初の設計だとここまで収納なかったんですけど、ここ全部収納になっていて、半分は子供のおもちゃだったり学校のものだったりしてます。これピアノなんですけど、一見家具に見えるのはこれローランドさんとカリモックさんのコラボの商品なので、だから足とかが家具っぽく作られています。蓋閉めちゃうとコンソールテーブルに見えるっていうのが気に入って買いました。じゃあ寝室とパントリーの方にご案内します。ここがパントリーになります。玄関から荷物を持ってここに入るんですけど、このハンドルがこうやって肘とかで下して入れるようになるので、両手に荷物持ってても入れるようになってます。ここが2階に上がる階段下なんですけど、ここに冷凍庫をもう1台置いてます。で、買い置きしたお肉とかパンとか冷凍食品を入れています。こっちに来るとまたキッチンに戻ってきます。ぐるっとこう回れるようになってるんですね。ぐるぐる回れるようになっています。で、こっちに行くと寝室につながっているんですけど、パントリーからのこの廊下がウォークスルークローゼットになっています。今シーズンの夫婦の服を出していて、でオフシーズンの服はこっちの収納にしまっています。でこっちに行くと玄関の方ですね、廊下につながってます。なるほど、一番最初の玄関にここになるんですね。はい、寝室は今は子供と一緒に寝てるのでベッドを並べています。このベッドは友達の木工職人さんにオーダーして作ってもらいました。天井は2200っていう高さにしていて、普通は2400の高さが普通なんですけど、ちょっと低くしています。寝室は天井低い方が落ち着くっていうのがあって、ちょっと低めにしているのと、リビング以外の部屋は全部2200の高さにしてるんですけど、ドアを天井までのドアにすることで開放感を出しているというか、おしゃれっぽく見えることなのかなと思うんですけど、で寝室は天井には照明をつけたくなかったので、収納を使う時だけつけるダウンライトはついてるんですけど、普段はあんまり使ってなくて、ここの壁のブラケットだけつけてるっていう感じですね。後ろの棚は、これ造作で作られた感じ。あ、そうです。これは作り付けの造作ですね。はい。子供が絵本を読んで寝る習慣があるので、前の家の時って絵本を置いておく部屋と寝る部屋が別だったので、持ってくるともうベッドの横に積みっぱなしみたいになっちゃって、結構戻すのがめんどくさくて、それで寝室に本棚をつけてもらいました。大きくなったら自分の趣味の本とかでもいいし、今はちょっと空いてるから飾り棚っていう感じにはしていますね。じゃあ次が夫の書斎に行きます。書斎前の玄関のところ、先ほど聞けなかったんですけど、鏡はどういったものなんですか？はい、これが村尾慎太郎さんっていう木工作家さんが作っているものなんですけど、東京に住んでいる時に
家の近くのお店で受注会をしていて、一目惚れして新しい家につけたいっていうので買いました。壁掛けなんですけど、これセットになってるんですね。これを金物をつけて引っ掛けるタイプの。アクタスさんのルームツアーに村尾さん出られてて。村尾さんって村尾さんだ。村尾さんです。ご夫婦で出てくださった。作品です。逆にお家が拝見できて楽しかったです。なるほどですね。こちらが夫の書斎です。書斎としては結構スペース広いんですけど、もし売却した時にここを寝室とか個室として使えるように普通にクローゼットをつけて、特に書斎だけに使うというよりは何の部屋でも使えるようにっていう作りにしてます。私も夫もリモートワークでオンライン会議が多いので、私のワークスペースとちょっと話してもらうようにして、で、夫の方は子供が帰ってきてからも会議することもあるので、間取り的に一番端っこにして、ちょっとリビングから距離をとって、子供が騒いでてもうるさくないようにっていうのを考えて配置しました。これがハーマンミラーのセールチェアを使ってます。デスクは天板がツールボックスのフリーカット無垢材に、足は奏で物さんのテーブル足を合わせました。あとアングルポイズのライトも使ってます。あとはどこが残ってるんですかね。あとはロフトになります。そうだ。ロフトですね。案内します。基本平屋なんですけど、ここだけロフトの作りになっています。ここが私の書斎ですね。リビングも見えるので、子供がいてもここから何してるかわかるっていう。ここも工務店さんの提案なんですけど、私の要望はリモートワークするんだったら景色が見えて、家で仕事してても気持ちいい空間っていうのと、音が旦那と私で聞こえないのがいいっていうのは伝えてたんですけど、ロフトっていう提案は工務店さんがしてくれました。じゃあ次、家事室に案内します。家事室がこのダイニングの横ですかね。はい。ダイニングからつながってます。はい、ここが家事室というか洗濯物を干すための部屋になります。東京でももっと狭いスペースだったんですけど、洗濯物スペースを取ってたんですね。私が花粉症なのと、あと虫が嫌いなので、外に干すのがちょっと怖いっていうのがあって、あと結構住んでて思ったのは、山が近いので結構天気が読めないっていうところ、天気を気にせずに干せるっていうところがすごく便利です。あと夜でも気にせず干しっぱなしにできるので、ここは絶対欲しいなと思いました。換気扇が1個ついてるのと、あと除湿機を置いてます。梅雨時期はサーキュレーターも併用してますね。これがツールボックスの商品なんですけど、私がここに使いたくて開発した商品です。商品企画をやっていて、はい、洗濯物を干すためのランドリーハンガーパイプという商品なんですけど、はい、こういう物干し商品って便利グッズみたいなものが多くて、見栄え的に、どうしても物干しっぽいというか、もっとインテリア寄りの商品というか、お店のディスプレイみたいに使えるようなものが欲しいなと思って、商品開発してるスタッフが自分も欲しいって思えるものっていうのがやっぱり大事なんじゃないかなと思っていて、まず自分が欲しくて作って実際使ってここで撮影をしてそれを販売ページに使うっていう感じにしました。実際使ってみて入れてよかったなと思うので、室内洗濯スペースはすごくおすすめですね。ここがその家事室とつながってるんですけど、洗面所になります。洗濯機が置いてあって、脱いで洗って干すっていう動線を考えて隣に作っています。結構洗面所は広めにとっています。人工大理石の洗面台ですね。これもツールボックスで、シンク部分が一体化してるのでお手入れがすごくしやすくて、溝になんか溜まることがないっていう、ここが特徴ですね。で、ここの棚に使ってるのも足場板っていうものなんですけど、はい、こっちもこの足場板もツールボックスで販売しているものです。
じゃあ先ほどのリビングダイニングスペースに戻ります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。せっかく注文住宅を建てるんだったら、間取りとか収納とか工務店さんとか設計さん任せにしないで自分仕様にした方がいいなって思うんですよね。設計さんってプロなんですけど、やっぱり自分と暮らし方が一緒とは限らなくて、私結構若い時にいろんな人とシェア生活をしてきていて、普通ってないんだなって感じたことがあるんです。私が普通こうでしょって思ってたことが全然違かったりっていうのがあったので、今まで他のお家で暮らしてきて不満に思ってたっていうところを家を建てる時に解消していくっていうのが使い勝手のいい家になるポイントなのかなって思いました。移住検討してたら結構ネットで見る情報だけじゃなくて実際に行ってみることをお勧めしてます。人がいいよって言っていても自分に合うかって違うので、私の場合はいろんなとこ行ってみて肌に合う合わないっていうのを感じて決めたっていうところがあるので、行って住んでる人に話を聞いてみる。話を聞くにしても自分と感性の近い人の意見を聞いてみるっていうのがいいのかなと思っていて、まずなんか移住センターみたいなところに相談してもいいと思うんですけど、インスタでそこに住んでる人が発信してることを調べてみるとか、あとは旅行に行っても観光地だけじゃなくて暮らしを体験できるような場所に行ってみる、お買い物スポットだったり街を巡ってみるみたいなのはおすすめです。せっかく地方に行くんだったらそこでしか体験できないみたいなのを探すのをおすすめします。以上、森まなみでした。ありがとうございます。